サウンドバー欲しいんだけど、どうやって選べばいいんだろう。口コミでもこういった質問が多いです。サウンドバーは音が出ればいいというわけではなく、接続の仕方によってはその効果を発揮できていないことがあるのを皆さんご存知でしょうか。今回は正しい知識と接続方法について解説していきますので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。それでは行ってみましょう。まずは接続方法です。サウンドバーは接続方法を間違えると映像が劣化したり、本来のリッチな音声が再生できなかったりします。そのため、最も重要な部分です。接続方法は大きく分けて2つあります。それはテレビを経由しないで接続するか、経由して接続するかです。お持ちのテレビのスペックにも関係しますので、選ぶ際はテレビにも気を配らないといけないところが難しいところです。まずはテレビを経由しないで接続する方法を考えてみましょう。例えばこのような接続です。レコーダーやゲーム機から出力された映像、音声データをサウンドバーで受け、音声を出力。映像データはサウンドバーを経由してテレビが受信という接続です。この場合の注意点は、サウンドバーが映像データ受信し、データの劣化なく、そのままテレビ側にデータを渡すパススルーという機能に対応している必要があることです。逆にパススルーに対応していないものや仕様が違うものを接続してしまうと映像が出なかったり劣化した映像が出ますので注意が必要です。この接続のメリットはサウンドバーおよび接続する HDMI ケーブルが解像度の規格 4K と明るさの規格ハイダイナミックレンジの両方のパススルーに対応さえしていれば細かいことを気にせず大概の映像コンテンツは劣化なくサウンドバーを経由することができることです。逆に懸念点は将来 8K や 4K120p の映像コンテンツも楽しみたいとなった場合テレビ側が映像規格に対応していてもサウンドバーを買い替えが必要になる可能性が高いことです。実際ここ数年の間でゲーム機をはじめとして 4K120p の映像コンテンツが盛り上がりを見せ始めテレビは対応してきていますがサウンドバーの 4K120p パススルー対応状況はソニーなどの一部メーカーを除いて未対応が多いのが現状です。音声規格ならまだしも映像のパススルー機能で買い替えは効率的とは言えないでしょう。シャチパンも数年前であればこのパススルーを使った接続が一番簡単ということでお勧めしてきました。でもメーカー側も 4K120p パススルーを積極的に搭載してくるかわからない現状では先を見据えるとゲームをする方にとって少しお勧めしづらいかなって思います。パススルーを使わないで接続する場合は次にご紹介するテレビを経由する接続となります。例えばこのような接続です。レコーダーやゲーム機から出力された映像、音声データをテレビが受け、テレビからサウンドバーへ音声データのみを伝送する接続です。メリットは何といっても先ほどの接続とは異なり、映像規格の影響を受けないことです。一方懸念点は再生可能な音声が分かりづらく劣化するケースがあることです。よくテレビを経由すると音声が劣化するという話もありますが、それは見ているコンテンツや接続端子、テレビの対応音声フォーマットによっても変わってきます。多くの音声フォーマットはチャンネル数と関係があります。チャンネル数とは異なる音を出せるスピーカーの数のことです。例えばモノラルであれば1チャンネル、ステレオであれば左右で違う2つの音で2チャンネル。本格的なホームシアターシステムでは自分を取り囲むようにスピーカーを配置し7チャンネルのシステムなんかもあります。これにより正面からの音、左からの音、右からの音といった音の聞こえてくる方向を表現しており、チャンネル数が多いほど音に包まれるサラウンド効果が高まり、
より臨場感あふれたリアルなものになります。また、低音出力用のウーファーは別カウントになりまして、1本なら 0.1 チャンネル、2本なら 0.2 チャンネルと呼びます。さらに映画館でも採用されており、すでに定着したと言っても良いドルビーアトモスの場合は、高さ方向の概念が加わり、天井用スピーカーも別カウントします。表記はさらにピリオドで区切られ、5.1.2 チャンネルや 7.1.2 チャンネルと呼びます。非常に多くの音声フォーマットがありますが、これらが劣化なく再生できるかは、テレビとサウンドバーの接続端子が重要となります。テレビを経由しての接続は3つのケースがあります。まず1つ目、これはすごく簡単です。接続端子は HDMI 端子を用います。HDMI 端子にはオーディオ用の端子があり、ARC だとか EARC という表記があります。テレビとサウンドバー両方に EARC という端子がある場合、これをつなぐだけで音声フォーマットは劣化なく再生することができます。少し前までは EARC 対応テレビはソニーやパナソニック、サウンドバーであればソニーくらいしかなかったのですが、現在では多くのメーカーが対応しています。映像のパススルーも考慮しなくてよく、EARC 対応テレビをお持ちならば、この接続が最も良いかと思います。二つ目は ARC 表記端子がテレビ、サウンドバー両方にある場合です。ケースとしては最も多いかと思います。この接続の場合、テレビやサウンドバーが単体で再生可能な音声フォーマットであったとしても、確実に再生できない音声があります。それはドルビーアトモスで言うと、ドルビートゥルー HD というロスレス音声ベースのものです。突然何のこっちゃとお思いの方も多いと思いますが、一般的に音声データは圧縮され、ブルーレイディスクなどのメディアに収録されていたり、配信されていたりします。ロスレス音声とは、圧縮された音声データを元の音声データに復元できる、文字通りロスがない音声のことです。一方、元の状態に戻せない、ロスが出てしまうものは、ロッシー音声と言います。ドルビーの音声フォーマットで言うと、ドルビーデジタルプラスはロッシー、ドルビートゥルー HD はロスレス音声で、ドルビーアトモスにも2種類あります。このロスレス音声は ARC 端子接続では再生することができず劣化してしまうのです。ロスレス音声とロッシー音声では差を感じる人は感じるので、どうせならロスレスのリッチな音声で楽しみたいですね。このロスレス音声が用いられる身近なケースは、レコーダーでウルトラ HD ブルーレイを再生するときや、ニンテンドースイッチでサラウンド音声を楽しむときです。実はスイッチのサラウンド音声は意外にもロスレス音声しか対応していないです。一方、チデジやネットフリックスやプライムビデオなどのネット動画配信サービスの音声はロッシー音声が主流で、ARC 接続端子でも劣化なく聞けます。しかし、Apple Music などの一部の配信サービスでは、ロスレス音声でのドルビーアトモスに徐々に対応してきていますので、今後、ロスレス音声のコンテンツは増えていくことが予想されます。ロスレス音声を楽しみたい場合は、先ほど紹介した EARC 端子が必要となりますので、今後購入を検討されるのであれば、EARC 端子があるものを選んでおくと良いかもしれませんね。3つ目の接続は ARC の端子がない場合です。古いテレビやサウンドバーならこのケースがあります。この場合は光デジタル端子を接続すれば音声は再生されます。ただし、音声対応範囲はメーカーによって異なりますが、ARC 接続詞と同様か、あるいは狭くなることもあるので、再生する音声によっては劣化する機会も多いでしょう。また、
もしテレビ側に無印の HDMI 端子、サウンドバー側に ARC 端子がある場合は、HDMI ケーブルも合わせて接続しておくことをお勧めします。こうすることで、大体のサウンドバーはテレビとリンクさせることができ、テレビと同じリモコンで電源や音量を操作することができるようになります。以上のことから、お使いの環境や接続するテレビによってパススルー機能を使って接続が良いのか、テレビを経由して接続が良いのか変わってきます。参考にしてみてください。続いてモデルグレードです。モデルグレードは高くなればなるほどチャンネル数や機能も増え、よりリッチなサウンドとなりますが、価格も当然高くなります。予算を決めていれば良いですが、どれにしようか迷う方も多いでしょう。サウンドの感じ方は人それぞれですので、一番良いのは実機を聞いてみることですが、なかなか難しいといった場合は、現在どのような環境でサウンドを聞いているかで決めても良いかもしれません。テレビのグレードにもよる部分はありますが、テレビのサウンドを改善したいとお考えで、過去サウンドバーなどの専用機を使ったことがない場合は、比較的安価なモデルでも満足感を得られるケースが多いです。すでにサウンドバーなどの専用機を使った経験がある場合は、そのサウンドバー以下のグレードに変えることはあまりお勧めしません。数年経ったからサウンドが進化しているだろうと安易にグレードを下げてしまうと、期待外れみたいなケースが多いからです。サウンドの良し悪しは人によって感じ方が違いますが、リッチなサウンドに聞き慣れてしまうと、人は聞き分けられるようになります。そのため、聞き分けられない方が幸せだったなんて言う人もいます。サウンドはお金をかけようと思えばいくらでもかけられるものです。タッチパンにも数百万かけてホームシアターを組んだ先輩がいました。当時若かったシャチパンには、怪人の沼に見えました。まとめますと、接続方法はご自身のお使いのテレビや使いたい用途、将来性によって決め、モデルグレードは価格とも相談ですが、現状のサウンド環境以上となるモデルグレードを選択すると良いかと思います。特にゲームをやられる方にとっては、4K120p パススルーだけではなく、VRR のパススルー対応も今後控えていると思われますので、現状 EARC による接続が良いかなという印象です。なお、メーカーの特徴については、こちらの動画で詳しく解説していますので、もしご興味があれば概要欄から参考にしてみてください。さて、今回の動画はこれで終わりです。サウンドの感じ方は人それぞれですが、一度サウンドバーを使ってしまうと手放せないって方も多いです。シャチパンも初めてサウンドバーを導入した時の低音の迫力には驚いたのを覚えています。まあ狭いアパートだったのに調子に乗って低音をガンガン鳴らしていたので、隣人から壁ドンされましたけどね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。